はいどうも皆さんご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。今回は2022年下半期 Steam でリリースされるであろうマルチプレイで遊べる作品をピックアップしました。今年の上半期もモンスターハンターライズ、コアキーパー、V ライジングといったマルチプレイで遊べる楽しい作品がたくさんリリースされました。しかしまだまだ下半期もマルチプレイが楽しそうな作品がたくさんありそうなので紹介していきます。別の動画でもマルチプレイ作品を紹介しているのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立ったら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。それでは発売日がアナウンスされている作品から紹介していきます。まずはじめにウォーハンマー 40K ダークタイド。フォロワー数は94,000人。協力プレイ重視のコープシューター。プレイヤーは異端審問官の配下としてハイブシティ、ディルティームに潜入した帝国の石膏部隊となってハイブシティの奥底で惑星アトマプライムを支配し、そこに住む生物を滅ぼそうと企んでいるカルト教団アドモニッションとの戦いに挑む物語です。ゲームは四方八方から敵の大軍が押し寄せる中、状況に応じて近接戦闘、遠距離戦闘を切り替え、クラスや武器の特殊能力をうまく活用して困難を乗り越えていく。キャラクターカスタマイズが豊富で、様々なクラスやスキルをセットすることで使用感や見た目なども大きく異なり、自分のプレイスタイルに合わせてカスタマイズすることができます。最大4人の協力マルチプレイで押し寄せる軍勢に立ち向かい、街が混沌に飲み込まれる前に敵を根絶しましょう。ウォーハンマー 40K ダークタイドは2022年9月14日リリース予定日本語対応の作品です。イービルウエスト。フォロワー数は21,000人。西部劇風の世界観でヴァンパイアハンター。吸血鬼の脅威によって絶滅の危機に瀕するアメリカ合衆国を救うヴァンパイアハンターの戦いを描くアクションシューターです。プレイヤーは極秘ヴァンパイアハンター機関のエージェントとなり、アメリカを救うことが目的。戦闘は激しいバトルが堪能できるテンポの良いスタイリッシュなアクションが展開。主人公は銃や近接攻撃のほか、稲妻を燃料とするガントレットやガジェットを利用して戦うプレイスタイル。道中で見つけたアイテムで武器や狩猟道具をアップグレードしたり、特殊能力を獲得したりといった自分好みの戦闘スタイルにカスタマイズする要素も楽しめます。また何人かは分かりませんが、マルチプレイにも対応しています。イービルウエストは2022年9月21日リリース予定日本語対応の作品です。サンズ・オブ・ザ・フォレスト。フォロワー数は37,500人。2018年に正式リリースされたザ・フォレストの続編タイトルです。ゲームは一人称視点のサバイバルホラー。拠点建築の自由度やクラフトサバイバル要素が特徴の作品で、最大4人での協力プレイにも対応しています。クラフトサバイバル系ゲームには珍しく、ストーリーのある作品となっており、サバイバルゲームとしてもストーリーを追ってもしっかり楽しめる作品になっています。前作では行方不明になった息子を探して食人族がいる島中を探索するといった物語でしたが、本作は行方不明の億万長者を探すといった物語が展開し、前作から引き続きグロゴア過激描写は健在です。新要素としては季節の移り変わりが導入され、季節によっては採取できる資源が変わり、春と夏には川から鮭をつかみ取ることができたり、冬になれば食べ物は不足するといったシステム。あまり詳しい情報はなかったですが、非常に期待されている作品です。サンズ・オブ・ザ・フォレストは2020年10月リリース予定日本語対応の作品です。コール・オブ・デューティー・モダン・ウォーフェア2。フォロワー数は62,300人。2019年にリリースされたコール・オブ・デューティー・モダン・ウォーフェアの続編タイトルです。シングルプレイでストーリーを追っていくキャンペーンモードでは、国際特殊部隊タスクフォース141が新たな仲間を迎えつつ、ヨーロッパ、中東、メキシコなど世界各地を巡り迫り来る脅威に挑むといった物語が展開していきます。キャンペーンモード終了後にはストーリー主導型の戦術的な協力プレイモード、スペシャルオプスモードやマルチプレイ対戦では広大な大型マップの導入や各種装備、新アクションなどが登場します。発売後も新マップ、新モード、スペシャルイベントなど無料コンテンツが用意されているとのことです。コール・オブ・デューティー・モダン・ウォーフェア2は2022年10月28日リリース予定日本語対応の作品です。ノーマル・ルーム・イン・ヘル2。
フォロワー数は23,700人。高評価無料ゾンビサバイバル FPS ノーマールームインヘルの続編タイトルです。地獄にもう空きがないというタイトル通り、未知の疫病によって地獄に空きがなくなり、死者が地上を歩き回り崩壊した世界が舞台。協力プレイを重視した本作は最大8人でのマルチプレイが可能です。数少ない武器や弾薬、道具などを探して調達し、医療品、火炎瓶、罠など役立つアイテムをクラフトしながら救助部隊が来るまで生き延びるゾンビサバイバルゲームです。アイテムやゾンビの出現などランダム要素の多いマップでは、プレイするたびに違ったゲーム体験を楽しむことができます。ノーモアルームインヘル2は2022年11月1日リリース予定日本語未対応の作品です。ヒューマニット Z。フォロワー数は3460人。トップダウンのオープンワールドゾンビサバイバル。未知のゾンビウイルスによってゾンビの大群は瞬く間に世界の頂点に立つ捕食者となり、人類は絶滅の危機に瀕している世界。わずかに生き残った人類はこの新しい世界で生き残るためにゾンビとなった感染者や物資を奪おうとする敵対生存者と戦い生き残りを目指します。最大4人での協力プレイが可能な本作は、生き残るために天候や昼夜がダイナミックに変化する世界で、ゾンビから身を守るため焼け落ちた家を新たな拠点として狩りをし、魚を取り丘の上で農場を作り、密集した都市部や未開の荒野といった旧世界の廃墟を探検し、物資を調達していきます。人類のあるべき姿、食物連鎖の頂点を取り戻すために奮闘するサバイバルアクション。ヒューマニット Z は2022年夏頃リリース予定日本語未対応の作品です。フローズンフレーム。フォロワー数は13,200人。ファンタジー世界を舞台にしたオープンワールド RPG。かつてドラゴンが支配していた古代の土地アルカナと呼ばれる広大なファンタジー世界を舞台に、プレイヤーはこの地を呪い腐敗を広めるフェイスレスと呼ばれる存在に立ち向かっていく物語です。ゲームはアクション RPG にクラフトや建築要素が備わったゲームで、レベルやスキルといった要素があり、戦士、レンジャー、ソーサラーといったジョブが選択できるみたいです。体験版をプレイした感じでは、一昔前の MMORPG でバルヘイムを遊んでいるといった印象でした。フローズンフレームは2022年秋頃リリース予定日本語未対応の作品です。ワンロンリーアウトポスト。フォロワー数は21,100人。辺境の惑星での SF スローライフシム。荒廃した辺境の惑星に降り立ったプレイヤーが一握りのジャガイモの種だけを持ってコロニー建築を始めるといった物語。地球の動物や自然植物を使った農法の他に、ロボット牛や遺伝子改良を施したサイバー農法なんかも登場します。少しずつコロニーを発展させていくと、他の入植者もやってきてコミュニティが形成され、人々との関係を築き結婚して子供を授かることもできます。また惑星には未知の遺跡が存在し、様々な秘密も隠されているみたいです。雰囲気的には宇宙版ポルティアやスタリューバレーといったところでしょうか。ワンロンリーアウトポストは2022年7月から9月リリース予定日本語対応の作品です。ナイチンゲール。フォロワー数は36,200人。ビクトリア朝時代をベースにした異世界探索サバイバル。ファンタジー世界フェイ・レルムズと呼ばれる未知なる世界へつながるポータルが開いたことにより、レルムウォーカーと呼ばれる冒険家たちが未知の世界へと足を踏み入れていく。プレイヤーはレルムウォーカーとなってポータルを渡り歩き、この世界のどこかに存在する魔法都市ナイチンゲールへつながる道を見つけることが目的です。ゲームはオープンワールドのサバイバルクラフトなゲームシステム。食料、資源の確保といったサバイバル要素、ビクトリア朝様式をモチーフとした拠点建築や武器防具のクラフト要素、そして未知の世界に潜む恐ろしいモンスターと戦い、スキルや自身を強化していく RPG 要素などを備え、ソロまたは友人と協力して冒険の旅に出ます。特徴的なのはポータルを通りたどり着く世界は自動生成されるというレルムカードシステム。プレイヤーは現在いる世界で発見できる希少な資源を使ってレルムカードと呼ばれるアイテムを作ることができ、様々なカードの組み合わせにより新たな世界が生成されていきます。
能力の高いレルムカードを使うことでよりレベルの高い世界が生成され、新たな資源やアイテムを使いより強力な武器や防具を作れたり、新しいレルムカードを作れたりするというユニークなゲームシステムが特徴で、無限に広がる世界を作り出すことで常に新しい冒険を楽しむことができます。ナイチンゲールは2022年10月から12月リリース予定日本語未対応の作品です。パルワールド。フォロワー数は48,300人。クラフトピアを手掛けたポケットペアの新作アドベンチャー。本作はクラフト、農業、ハックスラ、自動化、建築と盛りだくさんなジャンルが楽しめるクラフトピアの世界観でモンスター育成にスポットを当てた感じの作品です。舞台はパルと呼ばれる不思議な生物が生息する世界。様々な見た目と特性を持っている不思議な生物パルは建築、農業、工場生産などこの世界の人々と共に過ごしてきました。プレイヤーは多種多様なパルが生息する広大な世界を冒険し、拠点を築き農業や工場を営んでいきます。さらに育成したパル同士を掛け合わせ繁殖させることで強力なパルを生み出すこともできるみたいです。またこの世界では禁止されているパルの売買や食料としての密猟者なども存在し、プレイヤー自身が密猟者になることもでき、ちょっとブラックな要素も見受けられる作品。パルワールドは2022年リリース予定日本語対応の作品です。戦国ダイナスティ。フォロワー数は22,500人。日本が舞台のダイナスティシリーズ。日本は戦と上により荒れ果てた戦乱の世となってしまいました。プレイヤーは一人娘と共に安住の地を求めて伝説の農民の国へと赴き、自らの生き方を探していくといった物語。土地を開拓し施設や住居を建設して流れ者たちに仕事を与え、山賊と戦ったり近隣の村と交易しながら村を大きくしていきます。家族そして一族の誇りを守るため武士の道を進むのか、村を築き人々から敬われる指導者となるのか、生き方はプレイヤー次第。ゲームモードはストーリーモードのほか自由にプレイが楽しめるサンドボックスモード、さらに協力プレイにも対応しています。制作にあたっては日本史の専門家の協力のもとリアリティのある日本を再現しているということなので、なんちゃって日本ではなさそうな感じです。戦国ダイナスティは2022年リリース予定日本語対応の作品です。ルーツオブパチャ。フォロワー数は21,600人。石器時代を舞台にしたスローライフサンドボックス。プレイヤーは災いを避けるためパチャの大木の麓に村を築いた部族の一人となって自然を切り開き、野菜やハーブを見つけ栽培し、一族の進化を促し、文化や人間関係を発展させ、母なる自然であるパチャの謎に迫っていきます。未開の地を探索し、様々な発見の旅を通して食料加工と保存の方法、金属加工、工芸品の製作技術や新しい建物建築などを見つけ、村を発展させ一族を存続させていきます。固い絆で結ばれた部族コミュニティではお祭りや儀式などが行われ、村の人々との関係性を深めることで恋愛や結婚をすることもできます。本作はマルチプレイを想定して制作されており、マルチプレイ用のイベントシーンなども用意されているとのことです。ルーツオブバチャは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。ツリーオブライフオットリア。フォロワー数は16,400人。2017年にリリースされたツリーオブライフの続編にあたる作品です。船の難破により見知らぬ島で目覚めたポップな見た目のキャラクターが厳しい自然や古代の謎に立ち向かいながらこの島で生き抜いていくサバイバルゲームです。島には個性的なモンスターが生息し、夜にはゾンビが押し寄せるなどの脅威に対抗するため、住居を築き農業、牧畜、漁業など島の資源を活用して生き延びなければなりません。奇妙な島の頂上で待ち受ける運命とは一体何なのか。ゲームはシングルプレイのほか PVE、PVP といったマルチプレイもサポートされています。ツリーオブライフオットリアは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。ザ・ソードメイクスサバイバル。フォロワー数は16,000人。武教がテーマのサバイバルアクション。広大な世界を舞台に収集、クラフト、探索、建築を行い、スキルを磨いて生き残りをかけ凶悪なモンスターと戦っていく。
様々な建築様式でオリジナルの家を建てることができたり、自分の武術流派を作って武術学校を作り、最終的には武術の頂点を極めることが目的です。また地下宮殿や遺跡、軍事基地といったダンジョンでは強力なボスキャラも登場し、倒すことで貴重なお宝を手に入れることができるみたいです。ザ・ソードメン X サバイバルは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。ダークエンボイ。フォロワー数は8300人。暗黒の世界を舞台にした SF ファンタジー RPG。魔法とテクノロジーが存在し、戦争で混乱する世界を舞台に、戦争難民の兄弟、マライカとカイラがトレジャーハンターとなって生きる物語です。飛空船を拠点にして財宝を求めランダム生成されるダンジョンを冒険していきます。戦闘はリアルタイムで進行し、経験値を積んでレベルアップすることで4つの基本スキルと16種類の特化スキルを選択することができ、プレイスタイルに合わせてスキルツリーを組み立てたりと、豊富なキャラクタービルド要素が盛り込まれています。本作はソロおよび2人協力プレイが楽しめます。ダークエンバイは2022年リリース予定日本語未対応の作品です。はい、今回は2022年下半期 Steam でリリースされるであろうマルチプレイで遊べる作品をピックアップしました。今回紹介した作品以外にも突如として Steam ストアに登場する作品もあるので、毎月の新作紹介動画でフォローしていくのでチェックしてみてください。私のチャンネルでは今後発売予定の新作ゲームやセール情報を簡単にわかりやすく紹介しております。この動画が少しでもあなたのお役に立てたら幸いです。高評価ボタンとチャンネル登録で応援お願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバイ。